両サイドから入れて、こう見えるようにはい、こんにちは。今日はこのドリーム木型の靴、こいつを作っていきます。前回アッパーから釣り込みまで一気にありまして、今日ねすくい縫いです。こんな感じに釣り込みができてます。であの後ちょっと作業の都合により若干クリームを入れたんで、少しね色が濃いめになってツヤが出てますね。こいつをすくい縫いしていきます。で中底は今こんな感じになってて、今回ノルベージェ製法なので、このサイドにちょっとね下穴をポツポツと目印を開けてあります。ここに糸が見えてきますね。このすくい縫いはこの靴のメインというか、このすくい縫いがやりたいがためにこの靴を作ってるみたいなところあるんで、すごい楽しみにしてました。でこんな革紐長いやつ、これ革からこう切り出したんですけど、4ミリ3ミリぐらいですね。こいつをすくい糸に絡めながら縫っていきます。以前こんな靴をねやりました。これ友人に作った靴でノルベージェ製法なんですけど、すくい縫いの糸に糸を絡めるんじゃなくて革をこうジグザグ絡ませていくという、かなりね面白い見た目になるんで、この時初めてやってみたんですけど、これなかなか僕的にヒットしたんで、これをもう一回ちょっとブラッシュアップしてやりたいなというのがこの靴です。で糸ですね、ちょっといつもより太めによった糸を使っていきます。じゃあまずここから縫っていきます。流れとしては普通に針入れて糸通してという感じなんですけど、すくい縫いがハンドソンウェルトと違ってアッパーのサイドに直接見えてくるんで、縫い目の綺麗さっていうところはかなり意識しないといけないところですね。この2針目、この輪っか、これを締める前にここに革の紐を挟みます。ぐっと絞ります。でこの3針目を絞る前にこの革紐を絡ませてからこれで締めます。ちょっと革紐引っ張っといてね。こんな感じでここに革紐がこうアッパーのサイドにへばりつく感じになっていきますね。これを繰り返します。通常ノルベージェーゼっていうのはこのすくい糸に糸を絡めてチェーンステッチにするんですよね。なんですけど今回はこれ僕以外にやってるのでちょっと見たことがないんで、もしかしたらオリジナルかもしれないんですけど、去年ふと思いついてやってみていい感じだったというやり方ですね。同じく革を絡めるノルベージェーゼっていうのがちょっと形が違うんですけど、ドイツのハインリッヒ・ディンケラッカーっていうメーカーがチョプナートっていう製法でやってるんですよ。このノルベージェーゼのすくい縫いにもっとね細い革の紐みたいなやつを、2本絡めてチェーンステッチにしてるんですよね。でそれをすくい縫いと出し縫い両方でやってるんで、ソールのねボリュームがすごい製法があって、是非ね調べてみてほしいんですけど、それとはまた僕が今やってるのはやり方がちょっと違いますね。僕のはもうちょっと太い革を1本こう編み込んでいくというやり方で、すくい縫いでは見たことないんですけど、実はシルバノラッタンジだったかな、シルバノラッタンジのモカ縫いのところにこういう風にやってる靴を見かけた写真を見たことがあって、そこからこれすくい縫いにいけるなと思ってやってみた感じですね。前この製法でやってみた靴は11月ぐらいかなに作り終わったんですけど、その後動画を見た方が同じやり方でやってみましたっていうねメッセージをくれたりなんかして、なかなか嬉しかったですね。やっぱり糸を絡めていくやり方とか、あとはそのディンキラッカーのチョップナートとはまた一味違った雰囲気が出せるやり方だなと思ってまして、で以前作った靴は友人にもう渡して、友人は履いてるんで、以前やった方法でもう一回リトライしてやり方を確かめつつ、こういうことができますみたいなサンプルみたいな靴を作ろうというのがこの靴のメインコンセプトですね。全然大したことはやってないんですけど、これはイタリアの靴
靴によくあるような手仕事の雰囲気が好きなんで、これはそんな雰囲気が出ますね。でもなんとなくですけど、なんとなく和風な感じもなんか漂うんですよね。これなんだろうな、卒業式とか入学式とかに垂れ幕かけるじゃないですか、赤と白の。なんか雰囲気を少し思い起こさせるというか、なんか和柄のパターンに近いのかな。なんかそんな感じがしまして、今回色といい革といいかなりイタリアンな雰囲気ですけど、今くすみさんとやってる見たことない革靴を作るっていう、ああいう感じの和風の靴にこれやったらいいんじゃないかなとかね、思ってます。またそんな雰囲気の制作はやってみたいと思います。サイドの印のとこに針をちょっと出して、ラッパーとライニングと中底貫通してますね。ここに糸がついた針を両サイドから入れて、引く時にこれね、この革の幅が4ミリぐらいあるんで、しっかりこの銀面側がこう見えるように調整しながらこれで締め付けますね。一針ずつねじれないように締めていってます。これでラストですね。皮はここでカットします。最後にこの2本同時に糸を引き締めて、よし、ここで結んでおきます。このアッパーは開いておきます。よいしょ。はい、すくい縫いできました。すごい特徴的な靴になってますね。この木型の感じとか、このアッパーの感じ、すくい縫いの感じで尖った靴になってきてますね。こんな感じで360度全周縫いましたね。この糸と皮がこう交互にジグザグいくので、糸もね少し斜めになるんですよね。で皮も斜めになるという感じで、なんていうかこの感じがなんかひし形みたいな感じ、これが和風っぽい感じがするのかなという気がするんですけど、なかなか面白い縫い目ですよね。でこの糸で引き締まったところがへこんで、引き締まってない部分がね、この皮のぷっくり感がいい雰囲気なんですよね。このシームレスヒールのところもなかなかいい雰囲気です。でアッパーはこうやって表にこう返して、余っていたライニングはカットしてあります。上から見るとこんな感じ。かなりシャープな木型でノルウェージェイズ製法やったことがなかったんで、一回やってみたかったんですね。このアッパーの虎の感じとかいろいろ相まってかなり尖った靴になってますね。いいな、こういうの好きですね。でこの後出し縫いをノルウェージェイズ製法2回かけていくので、またどんどん縫い目で雰囲気がね出てくると思います。楽しみだな。ちなみに僕が一番ノルウェージェイズ製法がなんかやりがいがあってワクワクしますね。ということで次も頑張っていきます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。